皆さんこんにちは。今日も見に来てくれてありがとうございます。アビです。今日私は千葉県市原市にある市原ぞうの国にやってきました。市原ぞうの国は以前訪れたさゆりワールドと合わせてアニマルワンダーリゾートと呼ばれています。さゆりワールドは動物との距離がめっちゃ近くて感動連続の動物園だったので、そちらの動画もぜひご覧ください。ケロケロ。ゾウの国の入り口は南国っぽい雰囲気でめっちゃテンションが上がりました。入園料金は大人2400円、子供900円で、さゆりワールドのチケットを同時に購入すると別々に購入するより800円お安くなるみたいです。おやつは大中小の3種類のサイズがありました。今回私は500円のおやつ4つ分の2000円のおやつを買いました。500円のおやつを何個買っても大きいサイズのおやつを買ってもお得さに差はないみたい。おやつが余ってもさゆりワールドには持っていくことができないみたいです。ゾウさんに乗る体験をネットで予約してきたんですけど、入園してから体験時間よりも前にチケットを購入しないといけないらしいので、チケット売り場に向かいます。ケロケロ。ゾウさんライドは1回4000円で2名まで参加することができます。事前に予約すると当日買うよりも500円高かったです。ゾウさんライドのチケット売り場の横に追加料金が必要な猫ちゃんとの触れ合いルームもありました。園内マップの名前の横におやつのマークがついている子にはおやつをあげることができるみたいです。この子たちは金果獣って生き物で、こんなにお猿っぽく見えるのにアライグマ科らしい。これまたお猿っぽいことに人参は嫌いらしくバナナを要求されたので、バナナの皮を剥いて金果獣たちにあげます。次のエリアは山嵐のお家だったんですけど、姿が全く見えなかったです。ここのフサオマキザルさんめっちゃ可愛くて、最初に人参をあげようとしたらそれじゃないってめっちゃ全力でイヤイヤされました。意思表示の仕方可愛すぎませんか？バナナは皮まで食べるタイプみたいです。メールエリアの奥にあまり見晴らしの良くない高台がありました。お猿たちはやっぱり人参を拒否するんですけど、人参よりもバナナの方がお高いからか、おやつバケツの中にバナナが少ないです。正直小さいバケツのおやつでも500円もするんだから、もう少しバナナも入れてくれたらいいのになって思います。ブラウンキツネザル、毛が羊っぽくて触り心地が良さそうです。なんかこのエリアの入り口にメーズって書いてあっただけあって、道がちょっと迷路っぽく入り組んでます。この子はオグロプレーリードッグっていうマーモットと同じくリス科の動物です。これからの時期に大忙しのトナカイさんもいました。初めて本物のトナカイに会ったような気がします。よくあるイラストみたいに赤くて丸いお花じゃないんですね。はにゃ。さらに進んでいくとガチョウのおやつが追加料金で購入できるようになってました。ゾウさんのお花はお水を飲むからビシャッとしてて、おやつを取ろうと鼻を動かすたんびに水が飛んできました。今日から私もアジアゾウとアフリカゾウの見分けがつくようになれるかな。
市原ぞうの国にもさゆりワールドにも白い山嵐がいたんですけど、ここ以外で白い山嵐さんって見たことなくてびっくりしました。こんなに間近でビーバーを見れるのもめっちゃレアですよね。思ってたよりもずんぐりしててかわいい。アライグマには結構立派な爪が生えてて、おやつを手渡しするのは危険みたいです。ケロケロ。そんなこんなしてるうちに14時からのゾウさんのパフォーマンスの時間になったので、エレファントスクエアに来ました。長いお花に直接お札を渡していただきますと、ゾウさんがお買い物に来てくれます。ゾウさんにお金を渡すと品物と交換してくれるんだそうです。右のゾウさんのダンスの仕方めっちゃ可愛いです。絵を描くゾウさんがいるっていう噂は聞いたことがあったんですけど、実際にお絵描きしてるところを見て感動しました。どうやって教えたのかわからないけど、こんなに精密なデザインの絵を描けるなんてやっぱりゾウさん天才ですよね。しかももっとびっくりしたのが、ゾウさんたちサッカーをしてたんです。お花で投げるのかなって思いきや、投げてから蹴るってすごすぎます。ゾウさんのパフォーマンスが終わった後、フォトチャンスがありました。普通だったらゾウさんとくっついて写真を撮るなんて追加料金がかかりそうなのに、ここでは追加料金なしで写真を撮らせてもらいました。あんなにいっぱいあったのに減るのが早かったです。そろそろゾウサンライトの時間なので乗り場に向かいます。チケットの記号が A の人から順番に呼ばれるみたいで、私のチケットは A だったから一番最初に乗れることになりました。ゾウさんの上から見る世界は想像していたよりも高く感じてちょっと怖かったです。ゾウさんライド1回4000円って高いけど、1枚のチケットで2人まで乗れるらしいから、お友達同士で割り勘して乗るのがお得かもしれないです。私はいつかゾウ使いさんのポジションに乗ってみたいな。めっちゃ怖かった。めっちゃ揺れるの。そしてグラウンド一周あっという間だったけど素敵な体験でした。実は私が訪れた少し後、園内で悲しい事故があったというニュースを知りました。ゾウさんはとても優しい生き物だけど、体も大きいし、わざとじゃなくても事故につながってしまうこともあるから、人もゾウさんも傷つかないように安全に配慮しながら触れ合うことが大切だなって思いました。もしかすると事故の影響で触れ合いとかに変更点があるかもしれないので、訪れてみようと思う方は調べてみてください。都内からはちょっと遠かったけど、こんなにたくさんのゾウさんと触れ合えるなんて初めてで、とっても楽しかったです。ちなみにさゆりワールドと市原ぞうの国の間は、どっちに車を止めても無料のシャトルバスが出てるみたいです。今日も最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。カエルの